はい、ドッサンチャンネルのドッサンと申します。それでは今回、札幌の方に最新の車を持ってきていただいた業者様をご紹介、今回はさせていただきたいと思います。なんとアネックスの工藤さんに今回はお願いいたします。よろしくお願いします。工藤さん、今回はよろしくお願いいたします。お願いします。今回は岡山の方からどうも1台という貴重な車を持っていただいてありがとうございます。いや、全然。今回は、はい、DBi ということで、はい、旧型の車とどこが違うのかっていうのを、はい、今回ご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは早速なんですけれども、こちらの車なんですけれども、はい、まず、ボディの成形が今回はかなり変わったということで。そうですね。今現行で販売しているものは、シェルが一体成形という形で製作はしてるんですけど、今回 DBi からはパネルに近いような方法で製作するようになりました。はい。こちらはお客様に、寄り添ったような形で、こちら雨が当たらないようなレインモールのことですとか、ちょっとボディがちょっと違うということですね。そうですね。従来だとレインモールっていうのをオプションでつけていただかないといけないんですけれども、DBi からは一応もうバンクの形状も真ん中に雨が寄るように成形してますんで、もうレインモールっていうのはもうつけていただかなくても大丈夫になりました。はい。あとですね、こういった綺麗な曲線なんですけれども、ここがですね、ぶつからないように、こういった成形の方も気を使っていらっしゃるということなんですね。そうですね。はい。で、今回は、ボディがすごい滑らかになっている、平滑になっているといったような形も。そうですね。新しくちょっと日本で型を作ってですね、製作するようになって、やっぱボディの部分がやっぱりもうより滑らかに、従来のものも十分綺麗なんですけど、より綺麗になったっていう部分がやっぱり向上した部分ですね。もうこちらもうチャコールグレーのなんといっても今回、遮熱塗装がそうですねされているということで、おっしゃる通りですね。今まではちょっともう白一色だったんですけれども、今回 DBi からはこのチャコールグレーに限ってですけど、遮熱塗装できるようになったっていうのが大きな違いですね。なるほどですね。で、他のキャンピングカーちょっと違うようなところが、やっぱりこのサイドオーニングがちょっと斜めに作っていらっしゃるということですね。こちらもちょっと外観としてはかなり大きく違いますよね。そうですね。やっぱりどうしても位置にちょっと窓がついてるので、サイドオーニングをちょっと横につけることができないっていう意味で、ちょっと上の方につけてるんですけど、その効果でやっぱりこのサイドオーニング分の幅っていうのを気にしなくていいので、より運転性っていうのは向上したかなと思ってます。そうですね。この車両以外にも50dB ですとか、いろいろな運転しやすさにもこだわっていらっしゃるということですね。そうですね。おっしゃる通りです。ありがとうございます。はい。こちらに来ていただいて、こちらなんとですね、イージークローザーが今回、電動のステップと一緒についたということで、こちらはすごい簡単に閉めれるのでいいですね。そうですね。やっぱりそうですね。やっぱお客様からもやっぱ好評いただいてて、特にやっぱ夜間とかだとやっぱりこの扉閉める音が結構やっぱり乗ってるお客様気にされる部分ではあるので、そういう部分はやっぱり軽減できたかなっていうふうに思ってます。そうですね。こちらなんですけれども、この DBi ということで、この i ということでもうかなり変えていこうということで、今回変えていらっしゃるのが何といっても幻想ということですね。そうですね。今まではちょっとバッテリーの容量であったりとかはちょっとお選びいただけなかったんですけど、DBi からは一応グレードとしてウルトラパワー、あと次にマックスパワーという形で選べるようにはなりました。はい。詳しくは中の方でご説明させていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。こちらなんですけども、こちらオプションとはなるんですけれども、なんといってもこちらリビングとしてはスカイビュー、このルーフがですね、なんといってもオプションなんですけれども、かなり最高的にはかなり開放感があってかなりいいですね。そうですね。やっぱりこの開放感ある部分につながってるのもやっぱスカイビューのおかげかなっていうのもやっぱありますよね。やっぱ車内がやっぱ広く
こう見えるというか、やっぱりこう、冬場とか特にこう中にこう光を入れづらい状況でもやっぱりこうスカイビューがあることでこう日光を取り入れやすくなってたりするっていう部分は、結構やっぱスカイビューの好評いただいてる部分だとは思いますね。いや僕もですね海辺とか、かなり道の駅とかでもそうですし、自然が好きなので、もうこう窓開けてこう夕日とか朝日とか、こう綺麗な海をこう旅できたらこうどんなにいいんだろうっていうこのそうですね、開放感がやっぱりあるんで、特にバンク出してここまで出てくるんですけど、やっぱこのバンクベッドでこう寝ていただいて上見た時にこう星空を見たりとか、そういうロマンチックな使い方もできるんで、いいですね。でこれ1940の、1740ということで、大人2人が、縦に寝られる感じで、かなり開放的な感じで。そうですね。大人2人全然寝ていただいても、結構広々使えるぐらいのサイズ感なので、こちらアネックスさんのホームページにも、動画とか載ってますので、ぜひそちらの動画もチェックしてみてください。そうですね。ぜひお願いします。でこちらベッド展開をですねバンクベッドどんな感じなのかっていうのをやっていただいてもよろしいですか？わかりました。こちらはラダーがついていらっしゃるということで。そうですね。一応ラダーがついてあるので、このような形で引っ掛ける部分がここについてあるので、こうグッと引っ掛けてもらってこう押さえれば登ることができます。いつもの恒例なんですけれども、ちょっと試しにちょっと僕登らせていただきよろしいですか？こんな感じなんですけれども、かなり余裕があります。僕170センチですね。で、ちょうどこのスカイビューのルーフがこう真上にあるような感じで見ることができます。で、こちらなんですけども、LED ライトですとか、そちらの方に USB がついてたりと。こちらですね。こちらの方に USB が LED とついてたりします。それでは、ウォークスルーがどんな感じかというので、ちょっとやっていただいてもよろしいですか？そうですね。マットが一応背もたれが3分割してありまして、この真ん中の部分を外していただくと、このような形で運転席からこう、後ろの方にこう移動できるっていうことですね。ウォークスルーついてるんで、こちらは、もうこちら、僕のチャンネルではよく聞かれる質問なんですよ。ウォークスルーのちょっと、どんな感じか見せてほしいみたいなのが。実際にじゃあ、こういう形ですよね。入っていくような形で。こういう形で運転席とか助手席には移動することが可能ですね。よりここのマットも外れるんですけど、この状態でも全然移動できるとは思うので、ぜひご活用していただければと思います。で、運転席のこのリクライニングの、最大の角度といいますか、どれぐらい余裕があるのかっていうのをちょっとやっていただいてもよろしいですか？そうですね。一応座席の位置にもよるんですけど、ちょっと普通ぐらいの位置でやると、これぐらいですかね、角度的には。そんなに窮屈に。ある程度は調節できるんで、これぐらいの角度で多分運転される方が多いと思うんで、全然十分これで対応できる。余裕あります。ありがとうございます。こちらのシステムについて教えていただきたいんですけれども、こちらの、モニターは、DB の、従来のモニターと一緒で、こちらは、残量が水の残量がどれくらいあるかっていうのと、調光ができたりするモニターですね。そうですね。で、こちらが重放電モニター。そうですね。で、こちらが、ソーラーパネルからの充電がどれぐらいあるのかとか、今どれぐらい使ってるのかと。そうですね。いうことが、こちらが、2400ではなくて、4800以降から重放電モニターがつくということですね。そうですね。ありがとうございます。こちらは、なんといっても、今回こちらの、アネックスさん、独自と言ってもいいんじゃないでしょうか。床暖房のシステムのモニターですね。そうですね。室温を測る、モニターと、ここで床暖房の、起動させるスイッチをここを押していただくと起動するような形ですね。
あと温風の風量の調整ですね。という形で調整するものがついています。こちらは FS ヒーターと違って格段に、まあ、静音な、そうですね。はい。静かに使えるということですね。はい、そうですね。こちらは、まあ、風量を下げて、そのまま、床暖だけで使うっていうこともできるっていうことですね。そうですね、もちろんですね。はい。まあ、普段はもう床暖房だけでもまあ十分あったかいんですけど、まあ、よりまああったかさを求めるときにまあ温風を出していただくような使い方してもらえれば。どちらでもできるということで、そうですね。はい。使い方によって使い分けられるというので、かなりいいんじゃないでしょうか。はい、こちらですね、ぜひ試してみたいなとは思ったんですよ。はい。こちらかなりいいシステムなんじゃないでしょうか。はい。はい。皆様がこのアネックスさんを選ぶ理由が、床暖がついてるからっていうのを、もう僕動画で見ているので、かなりいいんだなっていうのを。そうですね。やっぱりまあ、リバティの一番のポイントでやっぱり床暖房って言っていただくことが多いので、やっぱそうですね。ぜひね、皆さんにも体験していただきたいなとは思ってます。はい。こちらを開けていただくと、まあ、ダクトがまあ隠れてて、まあ、こちらの、換気扇が使えるということで、こちらは IH とかではなくて、はい。カセットガスの CB 缶を使うようなカセットガスを使っていらっしゃるんですね。そうですね。はい。やっぱりまあ、こう、どこでもまあ、買えるじゃないですけど、まあ、そういうのも、まあ、意味も込めて、まあ、CB 缶で、そうですね、を供給するような形で、はい、このなるほどですね。はい。こちらが、CB 缶のホルダーですね。はい、そうですね。はい。こちらは、冷蔵庫ですね。そうですね。開いてみましょうか。はい。これ開きます一応開くんです。ちょっと強いですね。多分あれが。もっとぐっと手前に引っ張ってもらえる。本当ですか？はい。ああ、そういうことですね。はい。それでは開きますね。はい。こんな感じの、冷凍庫もこちら。そうですね。上段の部分が冷凍庫になってます。で、容量的にはまあ全体で85リッターの、はい。かなり大型ですね。そうですね。近くに熱源もないので、かなり冷えるんではないでしょうか。そうですね。はい。で、こちらは DB ということで、2段ベッドのタイプということですね。はい。で、ご家族で、使われる車ということで。そうですね。はい。まあ、今後、SP という車もあるんですけれども、まあ、こちらはまだ未定ということで。はい。そうですね。はい。ネットはね、作っていけたらと思ってますけど。ネットで見る限りでも SP はかなり、ちょっと広めのいい車なので、そうですね。ぜひご期待したいと思います。はい。それでは、なんといってもですね、こちらがですね、ホテルのような空間なんですね。ぜひ、マルチルームの方、ご確認ください。こちらなんですけれども、標準仕様は、トイレレスな感じでよろしいですね。そうですね。で、外部にアクセスドアがつくような感じで、トイレがつかないということで。そうですね。おっしゃる通りですね。こちらは、まあ、ラップトップを置く方とか、まあ、今はいらっしゃいますんで、そうですね。いろいろなカセットで、まあ、ダンプステーションがあれば、まあ、こちらでもいいですし、まあ、いろいろな状況で選べるということで。まあ、なんといっても、女性の方にでもですね、非常に嬉しいような、もうかなり清潔感のある洗面台ということで、こちらはもうかなり特徴的ですね。そうですね。やはりまあその女性の方でもやっぱりこう身だしなみを整える時でも使えるようなこう大きい鏡がついてたりとか、まあ、もちろん蛇口からはお湯も出て、まあその洗面としてももう有効に使えますので、はい、ぜひまあそういうところをね使っていただけたらと思ってます。まあこちらの、アネックスさんの床暖房のシステムなんですけれども、こちらのですね、フロアの至るところに配管が通ってまして、5ミリ下のところに、配管が通ってて、専用の、クーラントが約60度の、温度で、常に保たれていて、こちらの、床暖房ということで使われるようなシステムになっていらっしゃるということで。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、で、まあ、アネックスさんのシステムといえば床暖房と加えまして、はい、なんと今回愛ということで、はい、まあ2400、4800、
まあ、9600Wh ということで、そうですね。はい。まあ、これは、まあ、2400Wh、まあ、4800Wh。これ、どういったお客様に、どういったものをご紹介しているような形なんでしょうか？そうですね。やっぱりまあ、ちょっと近年、やっぱりこう、どうしてもリチウムの量が、やっぱりこう、足りないじゃないですけど、やっぱよりもっと多く使いたいというお客様が各要望をいただいてて、そういう意味でやっぱりマックスパワーにすると最大でやっぱり9600まで使えるので、そういったやっぱ要望を応えた上で、まあこういう形になったっていうことですね。ああ、なるほどですね。まあ、こちらがですね、ちょっとここに、ちょっと隠れ気味にですね、まあ、非日常じゃないですけど、このものを、生活感を出さないというようなことで、ちょっと隠れて、家庭用のエアコンがついていらっしゃるということなんですけれども、はい、こちらですね。で、夏場、エアコンを、こう、マックス、まあ、北海道だったら、まあ、まあ、日中使うぐらい、そうですね。まあ、夜、まあ、ちょっと使ったとしても、まあ、2400Wh、まあ一晩、まあ、持つかなっていうぐらいでしょうかね。まあどうしても2400だとやっぱ4、5時間がぐらい。まあそうですね。で、ソーラーパネルも 250W ぐらいですよね。そうですね。なので、まあ補充してっても、まあちょっと僕は 4800W くらいは欲しいのかな。ね。エアコンをまあフルで稼働させようと思うとやっぱり4800、もしくはまあ9600ぐらいは必要かなっていうふうに思ってます。正直に答えていただいてありがとうございました。はい。で、9600Wh、これは逆にかなり大きいですね。そうですね。容量的にはもう多分一番大きいんじゃないかなっていうぐらいは積んでるので、これだけあればまあ3、4日でもこもってどこかに行くっていうことも可能ですね。そうですね。やっぱ電源供給がない場所でも、まあ長期滞在される方に向けてっていう部分もあるので、長くは使っていただけるかなと思います。でこの 4800Wh から、まあ 2400Wh の時はリノジーっていうメーカーを使ってて、そうですね。でこちら 4800Wh からは、ビクトロンという形に変わると。そうですね。でこれリチウムイオンバッテリーということで、まあマネジメントシステムがついてて、まあ過放電だったり、まあその重放電に、まあそういったマネジメントをしてると、そういった安心して使えるようなリチウムイオンバッテリーということで。そうですね。はい。きっちりしたやっぱ制御、まあビクトロンで制御しているので、やっぱ安全に、まあ長時間使えるような設定はしていますので、安心して使っていただければと思ってます。で、まあ長時間使わない場合でも、まあ放電が少ないようなバッテリーですし、まあその大電流にも耐えられる。そうですね。まあリチウムイオンのまあかなりいいところですね。そうですね。一応4800からやっぱり12ボルト、まあ本来は12ボルトのバッテリーを使用してるんですけど、4800からビクトロンっていうシステムになって、一応24ボルトのバッテリーを採用していますんで、今までだとやっぱりこう配線がこう、まあ細さとか太さっていうのがやっぱ変えれなかったんですけど、24ボルトにすることによって、まあ配線をこう細くできてより熱を持ちにくかったりとか、そういうことにもやっぱりまあなってるんで、やっぱりこうよりまあ安全性っていうのは高くなってるかなと思います。まあこちらの DBI から変わったということで、まあ DB と違うところが、まあガラスがプライバシーガラスになってるということで、そういった配慮もされてるということですね。そうですね。少しまあちょっと黒みがかったような、今回からはまあアクリルの窓を採用しました。で、まあこちらいろいろとカタログでですね選べるんですけれども、車両本体でいけばショックアブソーバーとか、なんかそういったスタビライザーですとか、そうですね。そういったカスタムもできますので、そうですね。はい。おっしゃる通りです。こちらをですね、アネックスさんのこちら DBI と今回持ってきていただきましたけれども、ぜひですね今後活動をですね見せていただきたいと思ってますんで、ぜひまた北海道に来る機会がございましたら、ぜひともお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあこちらこそお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら、今回アネックスの黒田さんです。今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。